2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー39。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。動画ナンバー33、34で 65W の超急速充電モジュールを使った電源部をハンドル下のトレイ付近に取り付けました。当初からその場所はいまいち使い勝手が悪く、スマホ本体はケーブルをつないだら助手席に置いて充電していました。今回はもう少し使い勝手を良くするために、もともとある急速充電ジャックのパネル面を加工します。そして工夫をしながら、そこに 65W 超急速充電モジュールを追加します。ご覧の通り、充電ジャックのすぐ隣にはトレイがあります。やはりここにスマホを置くように考えるべきなのでしょう。ユニットを外して加工しますが、やりたい方は自己責任でお願いします。興味のある方はどうぞ最後まで動画をご視聴ください。充電ユニットの取り外し。スマートキーに付属の鍵を使ってシフトノブを下いっぱいに下げます。ノブを下げてできたスペースを利用して空調ユニットを外します。充電ユニットの裏側をグローブボックスを外して撮影しています。よく検証してユニットの外し方を確認します。見たところ爪では止まっていないようです。手前から押し込む形でもないようです。どうやら上から差し込んでいるだけのようなので、上に引っ張ってみます。外れました。この爪で上からこの袖に差し込んであるだけでした。戻してみます。戻し方は爪を合わせて下に押し下げるだけです。簡単な外し方は中に手を入れてユニットを手前上方向に引き上げれば良いようです。取り付け位置は右2つはいっぱいなので左ユニット上が狙い目のようです。コネクターを外してユニットを分離します。ユニットの加工計画。カスタム L ターボ標準装備の急速充電ユニット外観です。左はナビに直接つながる USB ポート A タイプ、右2つは 2.5A の A タイプ急速充電ポートです。充電ユニットはこの爪で止まっているだけですが、今回は触りません。前述のように左側の上部にスペースがあるので、そこを利用するべく考えてみます。こんな感じに A タイプの真上に C タイプのメスを設置したいのです。このように基板をセットしたら、それを L 字の板で押さえるようにします。この部分に受け金具を置いて L 金具を固定します。タップを作るのでこの 2mm のアルミ板を使います。 L 金具はこの 0.5mm の板で十分です。それではアルミ板の加工に進みます。アルミ板の加工。 2mm のアルミ板を 12mm 幅で切断します。今回は別の動画を見てと割愛するのではなく、長くなりますが載せてみました。板の外周にぐるりと5から10回ずつ切れ目を入れています。切れ目は板厚によって多くしますが、この方法は 2mm 厚までです。
2mm を超えると金の子などでの切断になります。カッター目がずれないように気をつけて切れ目を入れます。終わりました。次にもう一つの切れ目も入れてしまいます。35L で印をつけて切断します。金の子を使うとどうしても切断した辺が曲線になります。この方法なら直線で寸法も違えません。これで第1段階は終了です。ピースの小さい方を板に挟んでハンドバイスでしっかり締め付けます。あとはテコの原理でこのように少しずつ折り曲げます。残った板は再度使いたいので変形しないよう気をつけながら作業します。何回か繰り返すとこのようにカッター目に沿ってきれいに切断されます。大きい方を板に挟むと小さいピースをペンチなどで挟むしかないので変形させてしまいます。切れました。残った面にも切れ目を入れています。アルミで柔らかいのですがこのように手順を踏まないとうまくいきません。ピースが小さいのでもう少し切れ目を深く入れます。小さくて厚いとテコがうまく使えないのです。同じ要領で板に挟みます。慣れるとペンチで線の両側を挟んで折り曲げても可能ですが部材がペンチより広いと変形してしまいます。今回は板を使いますがバイスで挟むのも時間がかかりますので慣れたら試してみてください。切れました。切断面は針があるのでヤスリで調整します。だいたい寸法通りです。こちらの方も予定通りです。加工が終わってこれらのピースが出来上がりました。脇にはこのピースを使います。そしてこの金具で固定します。このように基板を挟むように押さえます。ここを平らにするために 15×8mm のピースをはめ込みます。こんな感じです。その上に 35L の板を接着して平らな受けを作り L 金具を固定します。だいたいこんなイメージで製作を進めていきます。いつもの2液性の接着剤で板材を固定しています。モジュールの取り付け加工。モジュールは電源ジャックがないので 30×20mm×1.5T と非常に小さなものです。これをこの場所に取り付けます。基板を穴に合わせるにはフレームの角と基板の両方を少し削ります。そして1ミリほど左に寄せる必要があります。フレームは柔らかいのでヤスリで簡単に削れます。メスの先端は前面パネルに1ミリ入り込むのでそれを想定して作業します。パネルの加工。パネルの加工図です。ご覧のように左 USB の 5mm 上に 3.2mm 厚 9L の長穴を開けます。
詳しい穴開け方法は動画ナンバー33をご視聴ください。ドリルとヤスリで穴を開けました。だいたい図面通りです。穴はメスプラグの大きさに合わせます。離れは5ミリです。幅は9ミリです。穴開けは少し小さめから始めて、このようにプラグがギリで入る大きさにすると収まりがきれいに見えます。穴がギリなのでプラグを差し込んでもこの通りです。前述の通り、この部分が基板に干渉します。モジュールを当ててみるとこんな感じです。この部分をヤスリで1ミリほど削ります。こんな感じですが、簡単に削れるので時間はかかりません。反対側も同じ方法で 0.5 ミリほど削ります。そのようにしてモジュールを長穴の中心に合わせます。基板のこの部分にはラインがないので 2×6 ミリヤスリで削ります。一方こちらは全面干渉しますが、プラスのランドがなくなるので削りません。そのためにフレーム側を 0.5 ミリ削るのです。これで位置が決まったので固定金具に進みます。2ミリのタップを作った脇のピースです。こちらの受けピースはこの大きさだとパネルに干渉するので 14L に切ります。取り付け部の袖パネルがこの受けにこのように入ります。このピースが長いと袖パネルに干渉するのです。なのでこの手前で切断します。この金具はユニット上部の形状に合わせてアルミ板を加工しています。ちょうどくぼみに入るように貼り合わせて3ミリのタップを上げています。その上に 13mm×95L の板を L 字に曲げたものを使って固定します。基板は接続穴に差し込んだらユニットに接着します。完成形はこんな感じです。ヒートシンクの取り付け。前作でも使った手持ちのヒートシンクです。基板が熱くなるので自己判断で使っていますが、 100% の使用率には到底ならないので心配いりません。取り付け後は L 金具で押さえるような形になります。 L 金具が接しているので冷却には良い感じがします。ソケット状に基板を乗せると穴にちょうどフィットするので固定する前に接着剤を塗ります。基板の動作チェック。ヒューズを取り付けて負荷にモバイルバッテリーをつなぎ動作チェックします。電源を接続します。電圧は 14.5V です。基板とモバイルバッテリーです。接続します。つなぐと LED が光ります。充電しています。入力は 10.73W です。この基板は PD 負荷でない場合 5V 供給なので
2.1 アンペアくらい流れていると思います。組み立てと試験。金具と基板を接着しています。開いた穴の感じはどうでしょうか。固定が終わったので、この段階でも試験してみます。ヒートシンクの方が高いので L がちょっと曲がってしまいました。空調パネルで見えづらくなりますが、ネームも入れました。これは在庫の抵抗で作った高圧機で 100 オーム ×6 個を直列にしています。大きさは 17.5×12.5 ミリで小さなものです。これをスイッチにつける LED に使います。試験電圧です。この LED は 3V なので 11.4V 高圧させる必要があります。高圧後の電流は 0.02 アンペアです。高圧後の LED にかかっている電圧は 3.1V です。スイッチボックスです。このように在庫の LED をつけました。ここに減圧器をつけています。スイッチの取り付け方法はナンバー33動画をご視聴ください。 LED はグルーガンで足のところだけ固定しています。これからこの電圧をかけて試験します。スイッチを入れます。ずいぶん明るいですが、まあ良いでしょう。再度 LED の電圧を測定します。 LED の電圧は約 3V です。基板の電圧も見てみます。 14.5V です。電圧が確認できたので、これで組み立てが終わりました。復旧。組み上がったユニットを復旧します。押さえ金具です。接続はギボシにしました。フレームが押さえ金具と干渉するので、水平部分を1平方センチほど切り取りました。カッターでできます。コネクターを戻します。コネクターは決まった方向でしか接続できないので、間違えることはありません。2つとも形も違うので覚える必要もありません。電線を中に入れてユニットを戻します。フレームの下刃がギリなので少し時間がかかります。入りました。最初は充電が早くて快適でしたが、あっという間に充電規格が進化してしまいました。そんなに遠くない時期に PD 規格の充電ユニットが登場するでしょう。続けて空調オーディオユニットを戻します。爪の位置をよく確認して差し込みます。入りました。これで元に戻りました。完成。モジュールは負荷を接続しなければ動作しませんが、ほとんど使わないのでスイッチを設けています。配線はグローブボックスの下を回してコルゲートチューブで保護しています。LED がついた分ネームがずれてしまいましたが、まあ良いでしょう。
スイッチを入れます。やはり明るいですが、これで 0.06W です。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。